コロナ後の日本を語るコアトです。 DX で企業が増えています。 IT 子会社として始めるところも多いんですが、最初に困るのは人材確保です。資金があって会社を作っても働く人がいないと事業は進みません。 AI や IoT の自動化といってもプロジェクトを考えて進める人がいないと自動化の仕組みはできないわけです。そこで人材エージェントを使うことになる。派遣会社はいっぱいあるんですけど、考えて動ける人でないとダメなんです。派遣の人は指示を受けて動く人なので、何をしたらいいかは考えません。プロジェクトを計画してシステムを企画するとなるとコンサルの仕事になる。コンサルファームというのがあって、大型プロジェクトに高い単価で入ります。規模の小さい会社じゃ雇いません。エンザーライやアクセンチュアだと月単価200万円とかする。それも会社としての受注になるので、一人ということはない。独自技術のノウハウだとさらに高い。だからフリーランスのコンサルを紹介するエージェントが増えたんです。フリーランスエージェントのビジネスモデルは、エージェントに職務経歴書を登録して、発注者がエージェントにジョブを伝えてマッチングを図る。エージェントが発注者から報酬を得て、フリーランスとの契約金を支払う。報酬と契約金の差額がマージンで、エージェントの収益になる。エージェントのランキングがあって、登録者数、案件数、単価レベル、制約数、マージン公開有無、50% 可とか、プライムが多いとか、最近はリモート化の条件で評価します。上場企業だとミライワークスやランサーズがある。非上場でもランキング上位にレバテック、ミッドワークス、ハイパフォーマー、PE バンクがいる。プロフェッショナル案件だとアクシスやワークスタイルラボがある。上場しているビザスクはスポットコンサルといってリモート中心のアドバイザリーです。エムソルは PMO 専業です。小さいのを含めればエージェントは無数にあります。コンサルティング会社は大概エージェントと同じようなことはやるんです。要は派遣契約じゃなくて業務委託なんですよ。私も複数のエージェントに登録して働いたんですけど、ジョブ型雇用だとジョブが市場取引になります。結局発注者と人材の相性が一番大事なんですけど、エージェントでも変わるので、発注者も人材側も考えて選んだ方がいい。発注者の多くは知り合いの紹介だとか過去の経験で選ぶことが多いんですけど、ネットで探して複数のエージェントを使った方がいい。人材も複数に登録しているので、ライトパーソンが当たる確率が高まる。たまにいい人が来ても同じエージェントを使うのはダメ。常に並行営業した方がいい。注意する点の一つ目がマージンです。15% 以下で発注者と人材に金額を伝えること。これは法制化した方がいいですね。2つ目が対等関係だということです。発注者と人材は契約のもとに対等です。いわゆる組織内の部下ではないので、そこはエージェントが仕切るべきです。3つ目がジョブ範囲です。申し合わせたジョブの範囲を守ること。他のプロジェクトに回されたり、場合によったら発注者側の顧客対応させられたりということがあってはダメです。4つ目が社員誘導は禁止です。発注者が社員になるように誘導したり、あるいはエージェントが報酬を得て社員に誘導するというのはダメですね。社員教育もやってはいけません。5つ目が守秘義務なんですけど、機密に当たらない守秘義務を課してはいけない。
例えば SNS 禁止とか YouTube 配信はダメとか本の出版はするなとかといった禁止行為はやってはいけません。これはエージェントが仕切るべきです。フリーランスはリスクを負って生きているので、嫌なら使うなということだし、働く方も自信がなければやらない方がいいと思います。今後 FX でフリーランスは普通になるので、エージェントも整うでしょう。いい人材は増えないけど、発注者とエージェントは増えるから。